ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。寒いこんな日はこたつでみかんに限るわ。おいおい、のんきにくつろいでる場合じゃないぜ。今日はとんでもなく衝撃的な話をするぞ。なんなのよ、いきなり怖い話ならやめてよ。夜にトイレ行けなくなるんだから。いや、怖い話どころじゃないぜ。今回は、実際に起きた第3次、サンフアンイスアテペク爆発事故について解説するんだ。サンフアンなんとか？何それ？聞いたことないわね。まあ、普通は知らないよな。でも、これは歴史上最悪レベルの工業事故の一つなんだぜ。ちょっと待って、なんか嫌な予感がするんだけど。1984年11月19日、メキシコの首都近郊、サンフアンイスアテペクという地域でな。液化石油ガス LPG のタンクが次々に大爆発を起こし、街が壊滅した事故なんだ。はぁ？ちょっと待ってタンクが次々に爆発？そう。最初の爆発を皮切りに、まるでドミノ倒しみたいにタンクが次々に引火して爆発しまくったんだぜ。ドミノ倒しみたいにタンクが次々って？そんなのまるで映画じゃない。残念ながら、現実なんだ。被害も凄まじくてな。死者は500から600人、重度の火傷を負った人は5000から7000人にも上るんだぜ。なんと？数がでかすぎて頭が追いつかないわよ。この事故は、世界の工業史に残る最悪の爆発事故の一つで、煙と爆風が街全体を飲み込んだんだ。ちょっと待って、いろいろ整理させてタンクが爆発するのは分かったけど、なんでこんな大惨事になっちゃったの？よし、その辺もじっくり解説していくぜ。まずは事故の背景と、なぜここまでの被害が出たのかを話していこう。怖いけど、気になるしっかり聞かせてもらうわよ。それじゃあ、みんなも最後まで付き合ってくれよな。マリサ、さっきから液化石油ガスとか貯蔵施設とか言ってるけど、それってそんなにヤバいものなの？やばいぜ。液化石油ガス、つまり LPG ってのは、家庭用のガスボンベにも使われる燃料だ。一つ間違えればとんでもない爆発を引き起こす危険物なんだ。ちょっと待ってそのヤバいものを貯蔵してたのがこの施設ってこと？そうだぜ。しかも、ここはメキシコ最大の国営石油会社、ペメックスが運営する施設でな。メキシコシティの LPG 供給量の3分の1を担う超重要な施設だったんだ。メキシコの首都のガスの3分の 1？ そんな大事な施設なら、当然バッチリ安全対策してたんでしょ？いや、むしろ、全然ダメだったんだぜ。国営企業なのに？まあ、聞いてくれ。この施設には54基の LPG 貯蔵タンクがあったんだが、その中でも特にでかいのが6基の休憩タンクだ。休憩？ガスタンクって普通はドラム缶みたいな形じゃない？そう思うよな。でもこの施設には、1600立方メートル約5万、7000立方フィートのタンクが4基、2400立方メートル約8万、5000立方フィートのタンクが2基あったんだぜ。でっか？何それ？家何軒分よ？ざっくり言うと、1基だけで数百世帯分のガスを貯蔵できるレベルだな。それが6基も？っていうか、タンクって1個爆発しただけでやばくない？まさにそれだぜ。しかも、他にも48基の中型小型タンクがあって、全部合わせて1万6000立方メートル57万立方フィートもの LPG が蓄えられてたんだ。なんかもう、考えただけで怖いわ。でも、まだまだこれだけじゃないんだぜ。こんな巨大なガスタンクが密集してたら、当然火災対策は完璧なんでしょ？それが、信じられないくらいずさんだったんだ。まず、休憩タンクの支柱が耐火処理されていなかった。ちょっと待って。タンクの支柱って、あのでかい休憩タンクを支える大事な部分でしょ？その通りだ。でも、通常なら火災時に耐えられるように耐火コーティングを施すはずなのに、ここの支柱は剥き出しのままだったんだ。バカじゃないの？そんなの火がついたらすぐ崩れるじゃない。そうだぜ。しかも、タンクを区切る防壁があったんだけど、高さたったの1メートルしかなかったんだ。1メートル？そんなの意味あるの？全然ないな。LPG は液体の状態から気化しやすく、ちょっとした火花で引火する危険があるんだ。でも、ここはその対策がほぼ皆無だった。どうしてそんな状態で運営してたのよ？それは私にもわからん。でも、実際に事故の2ヶ月前に行われた安全点検で、ヤバすぎる事実が発覚してたんだ。まさか？まず、火災防止用のスプリンクラーや安全装置の30から 40% が壊れていたか、迂回されて使えない状態だった。そんなのありえないでしょ？さらに、施設の圧力計も壊れていたり、不正確なまま放置。LPG の容量を調整するための逃がし弁も足りてなかったし、あるべきバルブがそもそもついてなかったところもあったんだ。いや、ちょっと待ってそれって、普通に事故待ったなしじゃない？まさにその通りだぜ。
しかも、この施設では本来の許容量を超えて、無理やり日産1万、1900立方メートル7万5000バレルもの LPG を受け入れていたんだ。もうやめてフラグ立てすぎでしょ。ねえマリサ、こんなヤバい施設、普通は人が住んでない場所に作るよね？それがな、違ったんだ。この施設のすぐ隣には、サンフアンイスアテペクって町があったんだぜ。じゃあ、その町の人たちはずっと爆弾の隣で暮らしてたの？そういうことになるな。この町はもともとあったんだが、1962年にこの施設が作られた後、周りにどんどん住宅が増えていったんだ。嘘でしょ？危険って分かってて住むなんて。それが、貧しい人たちが仕事を求めてこの地域に住み始めたんだよ。つまり、安く住めるからってこと？ああ、そうだ。しかも、事故の起きた時点でこの地域には4万人が住んでいた。さらに、周辺を含めると10万人以上がこの施設のすぐ近くに暮らしてたんだ。10万人？そんなの。もし事故が起きたら大惨事じゃない。そして、その事故が1984年11月19日に起きてしまったんだ。いやーもうダメよ。絶対ヤバいやつ。次は、その運命の日に何が起きたのかを話していくぜ。ねえマリサ、さっきの話を聞いただけでもう十分怖いんだけど、その日は結局何が起きたの？ああ、これはまさに悪夢のような朝だった。1984年11月19日の早朝、まだ辺りが暗いうちに、この施設では通常の作業が行われていたんだ。普通の朝だったってこと？ああ、その時、施設では LPG の補充作業が進められていたんだよ。このガスは、400km も離れた製製所からパイプラインで送られてきていた。そんな遠くから？そうだ。しかも、この時点でタンクの中はかなりの量の LPG で満たされていた。2機の休憩タンクと48機のシリンダータンクは 90% の容量、それ以外のタンクも 50% の容量まで貯蔵されていたんだ。そんなにギリギリまで詰め込んでたの？それってヤバくない？めちゃくちゃヤバいぜ。この時点で、施設内の LPG の総量は1万、1000から1万、2000立方メートル約39万から42万立方フィートに達していた。ちょっと想像できないわ。どれくらいヤバいの？エネルギー量に換算すると、広島に落とされた原爆の約5倍の破壊力を持っていたんだぜ。つまり、ここに貯められていた LPG が一気に爆発すれば、メキシコシティの一部が壊滅してもおかしくないレベルだったってことだ。バカじゃないの？そんなのもう施設じゃなくて時限爆弾じゃない。そして、ついに異変が起こる。午前5時40分前後、施設のコントロールルームと 40km 離れたポンプステーションの両方で異常な圧力低下が検知された。それってつまり？ガス漏れだ。どこかの配管が破損して、LPG が漏れ出していたんだ。うわーいや、すぐに止めなきゃダメじゃないの？だが、問題はここからだ。オペレーターたちは異常を察知したが、どこから漏れているのか特定できなかった。その間、LPG はどんどん漏れ続けていた。どれくらいの量が漏れたの？たった5から10分の間に、巨大なガス雲が施設内に広がった。そのサイズは、幅200メートル、奥行き150メートル、高さ7メートル。そんなに？もう施設全体がガスまみれじゃない。ああ。そして最悪のことが起こる。午前5時45分、ガス雲が施設内の排ガス焼却炉に到達し、着火した。次の瞬間、閃光が走った。施設内のガス雲が一気に引火し、凄まじい火の玉が上がったんだ。ダメだ。完全に終わった。そして、ここからが地獄の始まりだった。最初の炎は一瞬で大規模なガス雲爆発 VCE を引き起こした。ガス雲爆発？広がったガスに一気に火がついたことで、炎の壁が爆風を伴って施設全体に広がったんだ。うわー、それって？爆風は凄まじく、32km 離れたメキシコシティの地震観測所でも地震として記録されるほどだった。地震レベルの爆発ってどういうことよ？そして、たった90秒後、最初のタンクが BLEV 沸騰液体拡張蒸気爆発を起こした。もうダメだー。爆発の衝撃は凄まじかった。メキシコシティの空港に着陸しようとしていたパンナム航空のパイロットが核爆発が起きたのかと管制塔に報告したほどだったんだ。もうシャレにならないレベルよね。この後、次々にタンクが BLEV を起こし、最終的に8回の大爆発が記録された。火球の直径は最大300メートルにも及んだんだぜ。300メートル？それもう爆発じゃなくて災害じゃん。爆発でタンクが吹き飛び、その破片が信じられない距離まで飛ばされた。最も遠く飛んだタンクは1200メートル先に着弾したんだぜ。1.2 km？そんなの飛んでくるなんて避けようがないじゃない。さらに、30トンもの鉄片がミサイルのように飛び交い、周囲の住宅に直撃。
100台以上のガス配送トラックが燃え尽き、数百回の小爆発が発生したんだ。これ、本当に地獄じゃない？爆発による炎は、数キロにわたって影響を与え、半径1850メートル以内では、人が耐えられる限界を超える熱が発生した。嘘でしょ？被害は凄まじく、500から600人が死亡、5000から7000人が重度の火傷を負った。しかも、遺体のほとんどが灰になってしまい、2% しか識別可能な状態ではなかった。98% が灰に。午前5時45分に最初の通報が入り、消防士200人以上が出動。だが、彼らは命を懸けて燃え残ったタンクを冷却し続けたんだ。そんなの、怖すぎるわよ。そして、最終的に20万人が避難する大規模災害となった。もう、本当に、言葉が出ないわ。次は、この大惨事がなぜ起きたのか、爆発の原因について話すぜ。マリサ、こんな大事故が起きたら、当然すぐに原因を調べて、再発防止策を立てるわよね。まあ、普通はそう思うよな。でも、この事故では真相解明がかなり曖昧にされたんだ。なんで？だって500人以上も亡くなって、街まで吹き飛んだのよ。それが、事故直後にペメックスのマリオ・ラモン・ベテタ社長と政府関係者が、責任をすり替えようとしたんだ。責任をすり替え？どこに？ペメックスの貯蔵施設の隣には、いくつかの民間ガス会社があった。彼らの施設のせいで事故が起きたとペメックスは主張したんだ。ちょっと待ってよ。爆発の中心はペメックスの貯蔵タンクでしょ？どう考えてもペメックスの責任じゃないの？その通りだ。ところが、政府とペメックスはなかなか責任を認めようとしなかったんだ。ひどすぎる。それで結局どうなったの？事故から1ヶ月後の12月22日、メキシコの検察庁が公式声明を発表して、ようやくペメックスの責任を認めたんだ。やっとか。じゃあ、それで事故の原因もちゃんと解明されたのね。いや、それが、検察庁は設備の老朽化やメンテナンス不足は原因ではないって言っちゃったんだよな。は？じゃあ、一体何が原因だっていうのよ。検察庁は、最初のガス漏れは休憩タンクの隣にある弾丸型タンクの列から発生したと発表しただけで、それ以上の詳しい原因調査は行われなかったんだ。そんなの、原因解明じゃないじゃない？そうだな。でも、一応ペメックスには政府から賠償金を支払うよう命令が出された。そんなの、当たり前すぎるわよ。でもさ、メキシコ政府があやふやにしたからって、誰も追及しなかったの？そこで動いたのが、オランダの TNO という研究機関だ。オランダ？メキシコじゃなくて？そう。TNO は工業爆発の被害を研究している科学機関で、メキシコに駐在していたオランダ大使館を通じて、この事故の調査を申し出たんだ。でも、メキシコ政府が依頼したわけじゃないのね。その通り。この調査はペメックスやメキシコ政府の依頼じゃなく、完全に独立した科学調査だったんだ。逆に言えば、政府もペメックスも本当の原因を追求する気がなかったってことじゃ？まあ、そういうことになるな。TNO の調査チームは、事故の2週間後に現場へ入り、徹底的に調査した。そして、1985年5月に最終報告を発表したんだ。で、何がわかったの？まず、最初のガス漏れの原因について、TNO はパイプの過剰な圧力と破損が主な要因だったと推測した。パイプの圧力？ああ。事故当時、遠隔の製油所から送られていた LPG の圧力が60バールを超えていたと考えられている。それってやばい数値なの？かなりやばいぜ。本来なら、一定以上の圧力がかかったら、逃がし弁リリーフバルブが作動して圧力を下げるはずなんだが。まさか、それがなかった？そうなんだ。ペメックスの施設には、適切な圧力制御装置が設置されていなかった。そのせいで、過剰な圧力がパイプにかかり続け、ついに破裂してしまったと考えられている。そんなの、完全に人災じゃない。でもさ、圧力制御がなかったなんて、そんな重大なミス、すぐわかるでしょ？ペメックスはそれを認めたの？それが、ペメックスの関連機関であるメキシコ石油研究所 IMP は、意外なことを言い出したんだ。何？まさか自然現象でしたとか言い出した？いや、それよりもぶっ飛んでる。事故の原因は、不満を持った社員による故意の破壊工作だったって言ったんだよ。はぁ？いや、確かに破壊工作って可能性もゼロじゃないけど、それを証明する証拠はあったの？全くなかった。しかも、IMP はもう原因は分かったんだから、これ以上調査する必要はないとまで言い出したんだ。めちゃくちゃ匂うわね。でも、TNO の調査以外に、他の国はこの事故について調べなかったの？アメリカの運輸省 USDOT が非公式にこの事故を調査した。そして、TNO の報告を補強する形で、さらに重大な問題点を指摘したんだ。何を見つけたの？
まず、ペメックスは事故発生後も6時40分まで LPG の供給を止めていなかったことが判明したんだ。つまり、火災が広がっている最中も、ずっとガスを送り続けてたってこと？そういうことだ。つまり、爆発が連鎖的に起きたのは、ペメックス自身がガスを送り続けていたからという側面もあるんだ。ねえマリサ、ここまで聞いたけど、ペメックスが全部悪いじゃない。その通りだぜ。結局、この事故って何が原因だったの？ USDOT の報告書では、この事故の主な原因は人的ミス、設備の不備、そして圧力管理の欠如と結論付けられた。あれだけの爆発が、全部防げた事故だったってことね。そうだぜ。そして次は、この事故がメキシコにもたらした影響と、その後の対応について話していくぜ。もう、救いがなさすぎるわよ。マリサ、ここまでの話を聞いてると、メキシコ政府もペメックスもとんでもなくずさんな対応をしていたってことがわかるわね。ああ、その通りだぜ。しかも驚くことに、事故が起きた後も、政府とペメックスはまともな対応をしなかったんだ。500人以上が亡くなって、街ごと吹き飛んだっていうのに？そうなんだ。まず、当時のメキシコ大統領ミゲル・デラ・マドリと政府の高官たちは、犠牲者の葬儀や合同埋葬に一切顔を出さなかった。何百人もの人が亡くなり、多くの遺族が悲しみに暮れる中、政府の要人たちは誰も葬儀に出席しなかったんだぜ。ひどすぎる。そんなの、国として最低の対応じゃない。当然、国民からの批判が殺到した。しかも、それだけじゃない。救助活動や被害調査を進めようとしたら、なんとペメックスや政府関係者が邪魔をしたという証言まであるんだ。何それ？どういうことよ？救援物資や支援金がちゃんと被災者に届いているかを調査していたサンフアンイスアテペクの協会の司祭が、政府の金の流れを指摘した途端に教区外に左遷されたという話があるんだ。ちょっと待って、それってつまり被災者支援のお金がどこかに消えたってこと？その可能性がある。政府が出した被災者支援金の大部分がどこかに消えたという噂が立ったんだ。うわぁ、こんな時にまで横領するの？人の命を何だと思ってるのよ。でもさすがにペメックスは謝罪したんでしょ？それがな、全く反省してなかったんだよ。ペメックスの社長だったマリオ・ラモン・ベテタは、事故後の記者会見で、ペメックスに対する批判についてこう言ったんだ。どう言ったの？ペメックスを批判するのは、メキシコ経済を食い潰そうとするカニバリズム共食いだ。はぁ？さらに、ペメックスの税金があるからメキシコは成り立っているとまで言い放ったんだ。ちょっと待ってよ、それってペメックスが国に貢献してるんだから、自国くらい許せって言ってるようなもんじゃない。そうだぜ。実際、この発言はメキシコ国内で大炎上した。そりゃそうでしょ、何百人も死んでるのに、反省の言葉一つないなんてありえない。それでさ、結局被害者や遺族にはどんな保証があったの？政府は事故のたった6週間後に保証金の支払いを開始した。事故の原因調査が終わってないのに？その時点でまだ正式な調査結果は出ていなかったのに、とにかく保証金を出して早く終わらせようとしたんだ。なんかもう、対応が雑すぎない？そして問題はその金額だ。政府は犠牲者1人につきたったの1万400ドル当時のレートで約250万円の保証を出した。それだけ？家族を失った人たちの人生はどうなるのよ。しかも、この保証金は年齢や家族構成、職業などを一切考慮しない一律支払いだった。いや、それって、一家の大黒柱が亡くなった家でも、小さな子供が亡くなった家でも同じ金額ってこと？その通りだ。ひどすぎる。そりゃあ、大人でも子供でも家族失った悲しみは変わらず辛いものでしょうけど、とは言っても経済的にはさ、結局、被害に遭った人たちはどうなったの？政府は167の家族に新しい住居を提供した。それがバジェで穴枠住宅地だった。少ないわね。もっと多くの人が家を失ったんじゃない？その通りだ。しかも、この住宅は1軒8000ドル約200万円相当の家で、元の家よりも狭いものだった。家を失った上に、前より狭い家に押し込められたの？しかも、その後、爆発で吹き飛んだ家があった場所は更地になり、そこに政府が公園を作ったんだ。じゃあ、家を失った人たちはそこに戻れなかったってこと？そういうことになるな。もう、本当に救いがないじゃない。この事故で、さすがにメキシコ政府も公用施設の安全対策を見直したでしょ？それがな、政府は事故後にサンフアンイスアテペクにあるガス施設を全て閉鎖するって発表したんだ。それはいいじゃない。でも、2020年の時点で、まだ12のうち6つの施設が稼働しているんだ。つまり、政府の全て閉鎖するっていう約束は、結局守られなかったんだよ。もう、絶望しかないわね。でも、さすがにこの事故は世界的に大きなニュースになったんじゃない？いや、それが意外とそうでもなかったんだ。こんなに大きな事故なのに？
この事故のたった2週間後に、インドのボパール化学工場事故が起きたんだ。そっちの被害があまりに凄まじくて、この事故のニュースはすぐにかき消されてしまったんだ。なんなのよ、この世界。ねえマリサ、この事故でメキシコ政府もペメックスも、さすがに学んだわよね？そう思うだろ？でも、1996年、サンフアンイスアテペクで再びガスタンクが爆発し、消防士1人が死亡、5000人が避難する事態が起きたんだ。もう何も言えない。とサンフアンイスアテペク爆発事故について解説してきたぜ。マリサ、もう、これ以上ひどい話は聞きたくないんだけど、また爆発したの？そうなんだ。1996年11月、またしてもサンフアンイスアテペクで大規模な爆発が発生したんだ。12年も経ってるのに、何も改善されてなかったの？そういうことになるな。この時は、ペメックスの別の貯蔵施設で、今度はガソリンのタンクが爆発したんだ。LPG じゃなくて、ガソリン？幸い、1984年の事故ほどの規模にはならなかったが、消防士1人が亡くなり、住民5000人が避難する事態になった。いや、全然幸いじゃないでしょ。また住民が逃げる羽目になったってことじゃない。その通りだ。この爆発は施設の配管からの燃料漏れが原因だったとされているが、根本的にはやはり設備の老朽化と安全対策の不備が問題だったんだ。つまり、1984年の事故の教訓が全く活かされてなかったってこと？そういうことになるな。しかも、この爆発でサンフアンイスアテペクの住民たちは、またしても家を失い、避難を余儀なくされたんだぜ。もう、どうしようもないじゃない。というわけで、今回はサンフアンイスアテペク爆発事故について話してきたが、レイムはどう思った？どう思ったも何も、とにかくひどすぎるわよ。1984年の爆発自体が完全に人災だったのに、その後の対応もずっとめちゃくちゃで、結局また爆発が起きるなんて、信じられないわ。そうだな。結局、政府もペメックスも、本気で事故を防ごうとはしなかったってことが、1996年の事故で証明されてしまったわけだ。1984年の事故で500人以上が亡くなって、7000人近くが火傷を負ったのに、なんでちゃんと安全対策をしなかったのよ？それが一番の問題だな。この事故は、間違いなくメキシコ史上最悪級の工業災害だったのに、政府の対応は遅く、保証も不十分。国民の命よりも企業の利益が優先された結果、同じ場所でまた事故が起きてしまった。もう、そんなの、絶望しかないじゃない。ただ、世界的にはこの事故の教訓が一部生かされた部分もあるんだぜ。どんな風に？例えば、アメリカ石油協会 API では、この事故を受けて LPG タンクの配置基準を変更したり、ガス漏れ検知システムの強化が推奨されたりしたんだ。それって、世界的には安全対策が少しは進んだってこと？そうだな。ただ、メキシコ国内では、結局また事故が起きてしまった。つまり、世界は学んだけど、メキシコ政府は学ばなかったってことだ。それが一番悲しいわね。とはいえ、私たちがこの事故を知ることで、二度と同じ悲劇を繰り返してはいけないっていう教訓を忘れないことが大事なんだぜ。そうね。こんな事故があったこと、もっと多くの人に知ってほしいわ。そうだな。こういう工業災害は、発展途上国だけの問題じゃない。どの国でも、適切な安全対策がなければ、いつ同じことが起こるかわからないんだぜ。本当に、安全って、一番大事なことなのにね。というわけで、今回の解説はここまでだ。もう、本当に重い話だったけど、知ることが大事よね。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。